よし、皆さん応援してね。こういうのをいつか俺も組んでみたいなと思うんだよな。学生さんが旧車作ってるっていうのはまた嬉しいな。細かいどこで買ったのっていつも聞かれるんで、この車にはぴったりですね。素晴らしいのは学生さんが作ってるんですよ、若い人たちが。これ前はですね、2年ぐらい前にこの同じ場所、同じところかな、チョップトップの救急車があったって覚えてるのかな。その時はね、聞いてみたら確かにウィックス、その福島にある自動車学校のウィックスの子たちが作ってた車なんですよ。で今年今こっちに来たらセンチュリー、このセンチュリーの改造は見てもらえれば分かるんだけど、めちゃくちゃ派手なんですが、奥の深いこの改造なんですよ。というのはまず左ハンドルですね。左ハンドルのセンチュリーはもともとなかったんですね。でもこれ作りました。そしてもう一つ扉見てください。これも改造しましたよね。これね、素晴らしいのは学生さんが作ってるんですよ。若い人たちがあんまり経験のない中でここまで車ができるっていうのは、これからどんだけすごい素晴らしいものを作れるのか楽しみですね。それは見るの本当に。このチームウィックスね、自動車大学校のチーム20人でたった250万円ぐらいでここまで素晴らしい車ができた。すごいな。これはサムズアップですね。ありがとうございます。よし、皆さん応援してね。アズルモートリングの木本さんです。今年もよろしくお願いします。皆さん知らない方もいるかもしれないんですが、もう6年ぐらいの付き合いですね。6年7年の付き合い。スティーブ的視点はできたバカの時にパサデナの車のイベントに行って、それで偶然にチームジャパンが入ってきたんですね。加藤社長、木本さん、当時はムルシエラ号と BM-M3 のオーバーベンダーで、その時からの付き合いです。で本当にもうビジネスの付き合いよりも友達としてもう本当に付き合いをさせていただいてます。いろんな面でこの木本さんに本当に大変お世話になってる。木本さんのおかげで FIA のエグゾースト、FIA の日本の代理店、総代理店としてもうそのつながりで私のフェラーリにも、この間 FIA のエグゾーストを、つけさせていただきました。本当にありがとうございます。いろいろ今年もぜひ、一緒に頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。木本さん、アズルモートリングの木本さんです。めちゃくちゃかっこいい、日本一かっこいいカスタムとか改造していると思います。めちゃくちゃいい人だし、フレンリーな、チェックしてください。サムズアップ。よく聞かれます。スティーブさんの帽子大好きだというのはよく言われます。どこで買ったのっていつも聞かれるんで、その答えを今いたします。こちらで買ってます。毎年東京オートサロンのこのブースでめちゃくちゃかっこいいダットさんの帽子はこのブースにしかないです。本当に他のところ探してもないので、いつも大変お世話になっている業者さんです。今年のバージョン2020年のダットさん帽子、これ買わせていただきます。80年代のスープラもかっこいいですよね。これはまた変わったものですね。というのはエンジンがありません。ないです。ここにあるのはバッテリー。というのはこれ電気自動車に改造されたらしいですね。シートもすごいな。これ長く運転多分難しいと思います。相当腰が痛くなりそうなんだけど、めちゃくちゃいいですね。色もいい。電気で走るのは今時。でも旧車ですね。いいな。皆さんどうですか？こういうのはね、元のエンジン、ね、の方がいいって思ってる方も多いかもしれないんだけど、今時に旧車を改造していくっていうのも一つのパターンですね。なかなかいいんじゃないですか。これエアブラッシュでなかなかですよ。
で、中、シートは何入れてるんですか？シートはデカロで。デカロの。いい感じに、もう学生が作ったっていうのはまたすごいんだよね。ねえ、あんまりもうそれ超えるレベルなんですよ、改造の仕方が。で、予算とかがあったんですか？ありました。いくら？200万。車両代込み。車両代はもともと学校にあった車両で200万円で以内でこれを作らなきゃいけない。何人で？14人ですごいよくできたと思います。皆さんこれチェックしてね。花壇、自動車大学校、宮城ですね。宮城です。このブースはちなみにもう共同でいろんな自動車学校の、いや別々ですよね。なんだけどかっこいい旧車が学生さんが旧車作ってるっていうのはまた嬉しいな。素晴らしいです。これはリンカーン風にスイサイドドアっていうんだよね、英語だと。かっこいいな。シートもこれは当時にこういうシートはありませんでしたね。これは随分今時っていうかかっこいいですよね、はい、もちろん何より今積んであるエンジンが当時はなかったです。すごいです。これ自動車学校ですね。はい、でどうした福島ですね。茨城です。茨城、はい、めちゃくちゃかっこいいです。1962年のクラウン、めったに見ない車ですね。アメリカでは見ないですよね。日本でも多分そんなに見られないと思うんで、ここまでかっこよく学生さんの力でもうお互いにチームで作ったもの、何人で？8人で。8人で。予算はわからないです。わかんないですか？極力抑えてですよね、はい、まずとにかくすごいです。若い子がここまではできるというのはこれから本当に期待できますよね、はい、楽しみですよ。頑張ってください、はい、サムズアップ。LT ティードですね。これ内装屋さんですね。かっこいいものを作ってるみたいですね。いろいろこれはすごいいいブースでかわいいギャンガーの2人もやってるので、何よりそれでもう本当に写真撮りたくて仕方ないって感じだったんで、コスプレやりたくなりました、正直に。でもね、ちょっと車の中も覗いてみましょうか。すんげえよ、りょうちゃん、この車の中見てください。お、上もほらすげえ。これはすごい内装ですよね。完全なカスタムですね。LT ドっていう会社で、これ初めて知ったんですけど、細かい改造ですよね。すごいおしゃれです。チェックしてね、LT ド。ローエンは前から、これローエンのブースです。前からめちゃくちゃかっこいいもの、かっこいい車を改造しているなといつも思いました。すごい。今回はね、これ初めて、これ98のアウディなんですけど、めちゃくちゃかっこいいです。ローエンさんはね、エアロキット、そしてフィール、そしてマフラーまでもやってますね。これはいいですね。車のバラ白と黒がすごくいいんだけど、この前のこの部分はおしゃれですよね。かっこいい。そしてサビニとローエンの、コラボレーションでかっこいいフィールじゃないですか。これは新作らしいですね。でセマショの時に出たばかのフィールなんですが、白黒のカラーリングはこの車にはぴったりですね。これもいいね。めちゃくちゃいいです。ここもすごいな。おしゃれ。この部分。やっぱりローエンさんはセンスがあるね。センスいいね。すんごくかっこいい車作ってます。皆さんチェックしてね。すごくいい会社です。すんごい気になった。見てかっこいいなと思ったこのギャングマンさんのブースの中にあるこの F12 と G クラスですよね。カブリオレのかっこいいボンネットとボディキットですね。すごいですね。ギャンガンのヒカルさんと諸岡です。諸岡さんに、ちょっと説明して、いただこうかなと思って、この F12 とこの、G ワゴンのについて、このコンセプトというかについてちょっと、説明、していただけますか。コンセプトにしては、ボンネット、エンジンはもう見せる時代っていうのをコンセプトに作ってます。エンジンが見れる。エンジン見えるっていうのはすごいいいことだと思います。見たいんですよね。もうフェラーリとかを考えると、はい、これじゃないんだけど、はい、458とか見れますよね。かっこいいですよね。車のなんていうの、心臓というかのこれなかなかいいアイディアだと思います。ありがとうございます。他にないからこそ、サムズアップですね。これはかっこいい、よくできたものです。皆さんギャングマンチェックしてね。かっこいい車とかっこいいボディキット作ってる埼玉の、日本の会社ですね。サムズアップ。ゴンタイヤのブースの前にいます。ゴンタイヤっていう会社俺大好きなんですよ。社長も面白いし、やってることが本当に毎年俺がこっちに来てすげえな、自分の車に同じようにやってみたいなと
やってしまいましたよね、この間ね、OF カスタムさんに来ていただいて。でも、かっこいい車、いつも展示してあります。今日は、旧車っていうか、ネオクラシックっていう感じの80スープラですよね、があります。この車かっこいいですよ。もう値段がどんどん上がって、本当に人気で、もう手に入らないぐらいは人気な車両なんですよね。で、ボンタイヤ仕様になるとさらにいいです。見てこれ。こういうのいつか俺も組んでみたいなと思うんだよな。本当にめっちゃいいんです。この車も見て結構アフターパーツで、このオーバー、カーブのオーバーの部分とミラーもそうだし、ウィングはもうごついですね。この車はすごい超人気です。多分平成車とかこの90年代の車の中でナンバーワンじゃないですかね。アメリカでも、日本でも全世界で超人気なスープラ。クラシックかどうかご意見ぜひ聞かせてください。俺はこれクラシック扱いされてもおかしくはないと思う。物が非常に少ない、超レアで値段がもうどんどん毎年のように上がっている。その意味ではこれはもうクラシック扱いされてもおかしくはないと思います。かっこいいよ。みんなボンタイヤチェックしてね。めっちゃ面白い会社です。